その一つの手法として切り紙をし始めたのっていつ？大学の途中ですかね。1年2年2年ぐらいですかね。23年ぐらいの時にデザインフェスタっていうイベントあるじゃないですか、今でも。そのイベントがまだ今もう何十年もやってるんであれですけど、その頃まだ始まったばっかりぐらいで、こういう学生とかでも出せるイベントあるよみたいなので出してみようっていうので、なんかただ T シャツとか作るとかポストカード作るとかだとなんかなって思ってた時にたまたま切り紙やってみてたので、その時じゃあこれをなんか展開するようなやり方してる人いないなっていうので、まあ試しにやってみたところ、いい反応とものすごい悔しい思いが交差したんですね。全然人に理解されてないっていうのと、あと自分が何やってるかもよく分かんなくなる、よく分からないし、なんかイベント出た人に見てもらったことで結構いろんな反省とかが出てきて、これはもうちょっとやんなきゃダメだ、ちゃんとやろうっていうのが結構きっかけになったような気がしますね。理解されなかったっていうのは、いろんなものにその切り紙がモチーフというか施されていることは評価されなかった。そういうことでもないというか、単純にあんまり売れなかったっていう結果としてそれでやっぱり何か作って売って食べていくっていうすごい原始的な生き方をしたいなというイメージがあったんですね。例えば大きい企業に入ってデザインするとか、まあちっちゃくても大きくてもいいんですけど、なんか企業に入ってその一部として働いていくみたいなのよりは、自分で作って自分で売ってっていうすごいアナログな仕事って何かできないのかなって思ったんでやってみたんですけど、まあ売れなくて最初それが、はあ、こういうことかみたいな、こういう経験必要なんだじゃないですか。その時そう思ったか分かんないけど、とにかくこんな一生懸命作っても売れないんだっていうのを初めて経験したって感じですかね。でその時に、やっぱ切り紙じゃないやっていうか、切り紙じゃない、違うことやんなきゃってはなんなかったんですか？そうなんです。なんなかったんです。全然なんなかったです。なんでなんなかったんですかねっていうぐらい意外と諦めが悪いというか、いい意味でも継続する力がなんか突き詰めたくなるんですね、多分。で他にパッとピンとくるアイディアとかもその時なかっただろうし、全然そういうふうに思わなかったです。なんかあれですかね、その可能性みたいな、もっといろんなことができるものだみたいな、なんとなく感じてたってことですか？と思います。なんか全然可能性がないとは全然思わなかったし、今のやり方とは多分その時は全然違うので何とも言えないですけど、多分いやまだ何かできるはずっていうふうにそれも思ったんだと思いますね。大学でやっぱりよりそういう美術とかそういう世界に携わりたいっていうか、これからそういうのを職業にしたいとかっていう人たちがどんどん入ってきて、でみんな具体的にいろいろ持ってる中で、私はこの人たちと戦うっていうか、なんか
何かする時に私に秀でたものってあるんだろうかみたいなのをすごいこう考える機会にはなりました。4年間ぐらい。大学卒業してしばらくはどういう日々を送ってたんですか？しばらくは、アルバイトしながら、アルバイトに行くと、多少バイト代が稼げるので、そのお金を使って、すみません、2週間ぐらい休みますって言って個展やってっていうのの繰り返しみたいな感じですかね。こういう技術とか全部中学生とか高校生の時に習ったことで。でももともとでもこう布物を作るために切り紙をやり始めたっていうちょっと変わり種というか今のスタイルとまた違うので切り紙の作品というよりも切り紙を使ったプロダクト例えばバッグとかテキスタイルとかなんかこう自分で作れるものにどんどん展開していくっていうやり方でそれを展示販売する個展っていうのが中心でした。基本もう全部自分ではい一個一個。そうですね。こういうふうに染めていくっていう。次こっちでって言って。なんか最初は結構こういう布物ばっかりの個展をやってたので、切り紙そのものを個展で出すことがなくて、で、その一番大事な部分を私が伝えてないっていう。一番大事なのってモチーフが自分で作った切り紙っていうのをいろんな風に展開してるんだよっていうことが結構核だったりするんでただテキスタイルのデザインをするっていうわけじゃないわけじゃないですか。だけどそこが抜け落ちてるというかなのでこうやって作ってるんだっていうのを後々みんな気づくっていう。テキスタイルデザイナーじゃないですよっていうのをなんか最初の方は伝えてなかったですね。まあ自分が分かってなかったっていう。じゃあアルバイトしながらコツコツやろうって言っててもやっぱり広がるのって限界があるんで頑張ってはいましたけどなかなかその突破口がない中で本を出しませんかって言ってくださったのっていうのはすごい大きくこう知ってもらうきっかけになりましたね。そうですね。お仕事もこう来るようになりますし、あと単純に最初の本が本当にたくさん売れたというか、今考えるとびっくりするぐらいの部数出たので、それで自由にまたいろいろ作品作ったり、旅行に行ったりとかってできるようになりましたね。もう出版社の方もすごい喜んでくれたし、まあうちの両親とか、まあ身近な人とかもすごい喜んでくれたし、ただその教えたいわけじゃないというか切り紙自体をその教えるってことがやりたいわけじゃなかったけどそれに対してこういうことでどういうこれ今まで応援してくれた人は反応するのかなとかってちょっと心配ではあったんですけどでもそれも一つのそのステップアップというステップだっていうことでみんな喜んでくれたんで
すごく私も嬉しかったし、あと自分がやってることっていうのが、なんとなくこう、切り紙で作家でっていう風に、すごくあやふやな、誰もそんな人いない中であやふやにやってきたところが、まあ、比較的こう、大きな声で切り紙作家というものですって言えるようになったっていう気がします、そこで。で、やっぱり本が出たことによって、その海外でワークショップしませんかっていうお声がかかるようになったんだと思いますね。それで知ってもらって、いろんなこう国に行って日本文化として切り紙を紹介することが私にできる仕事の一つなんだっていうことを逆に教えてもらった。で、なおかつ旅行も大好きだし、一番願ったり叶ったりっていうか。だから、うまいことラッキーにもこうやって仕事が続いていくのが、ありがたいぐらいに思ってたので。だから好きを仕事にじゃないですけど、そういうこと言う世の中ではあるじゃないですか。ただなんか、でも好きだけじゃ多分やっていけないので、何するにも。だからなんか好きで、まあ結果的に好きで残るものではあったんだと思うんですけど、なんだろう。私はどっちかっていうと、多分課題とか、反省とかが結構原動力になってきて、それの裏返しは多分好きだからできるんだと思うんですけど、それが結構こう持続力の源になる気がしますね。まあやっぱりなんか他のことしたいみたいな時もあるし、こう自分、作家が本当それ言っちゃおしまいなんですけど、なんか違う仕事ってないのかなとかで思うことも時々ありますね。なんかこう頼まれて、当たり前ですけど頼まれて始めた仕事じゃないから、辞めるのって簡単じゃないですか。だからその簡単に辞められることをなんで続けてんだろう私こんな苦労してまでって思うけど、なんか辞められないっていうのに何かがあるって思うからまたじゃあ続けるみたいな、それの繰り返しですね。なんかうまいこと言ってることばっかりでは全然ないので、その辺もなんかこう、ああうまくいかない、本当思ったのと違うってことを、悔しいことがあるのが続く秘訣でもあるのかもしれないですけど、そういうのの繰り返しで、どうやったら飽きないでなんとか続けてられるかっていうのを考えてる時期もありましたね。定期的に旅行というか、その家にいたりすると必ず何か作りたくなるというか、やっぱり手を動かさないといけないなとかってどうしても思うので、もう全然そういう環境じゃない、ちょっと旅に出るとか海外行くとかっていうのが、多いですかね。で、展覧会とかやった後に、もうここに絶対旅行行こうとかって決めて、それが自分のご褒美みたいな。で、そうすると旅行行った時にインプットとかもできるし、いろいろこう刺激もできるので、で、一回手を動かさない時期っていうか時間がちゃんとできるから、それが結構こう刺激というか、になってますね。一緒に生活してて思うことが、センスがある人って結構いっぱい世の中にはいると思うんですけど、努力できる人っていうのが結構少ないなと思っていて、彼女と一緒に生活してて一番驚いてるって、まだ驚いてるんですけど、例えばもう一日何時間ぐらいかな、5時間ぐらいは切り紙に向かって、それも毎日やっていることが最大の強みかなと思います。なんかどこか出かけた時も帰ってきてからやっぱり不安になるから制作をしてから寝るっていう風に
毎日毎日、こまあ我々から見たら飽きるんじゃないかなっていう作業を繰り返してやっているっていう、その力はやっぱりすごいなと思っているので、今後、どんな形になるかはわからないんですけど、その積み重ね、もう25年それを積み重ねているので、さらに10年、20年ぐらい、20年は言い過ぎかな。さらになんか新しい表現が見つかるんじゃないかなっていうふうには思ってます。なんか本を作るのってどうしてもやっぱりハウツー本というか、その教えるっていうことが出てきたりするので、作家として見られないっていう側面もあって、知ってもらって仕事の幅が広がった反面、教えてほしいって言われることとかがすごく多くなってきて、で、自分が作りたいものを作ってそれで暮らすっていうのとはちょっと軸が違うこともすごい多かったんで、なんかやっぱり自分でじゃあ切り紙自体もちゃんとそれをテーマを持って例えば発表するってこともなかなかしてこなかったし、佐賀に通い始めたぐらいが2018年ぐらいなんですけど、その頃になんかそういうちょっとしたなんか悩みというか、それこそ今まで私のこと知らなかった人に自分をプレゼンしなきゃいけない時に改めて考えた時に、もうちょっと自分の表現でものづくりをするだけじゃなくて、切り紙っていう本当に切り紙作家って言ってるんだから、作家としてアーティストのような形で表現することってできないのかなっていうのは、ここ何年か結構考えました。特になんか彼女は最近ちょっと作家性とかにちょっと頭を悩まされてるので、結構難解な美術を見に行ったりとかして、コンセプトはこうなんだよみたいな話はよくしていて、へーっていう感じで、ね、やっぱりもともとプロダクトに落とし込む方に重点を置いたので、何かを表現するっていうところに対しては不安要素が多いのかなっていうふうにはすごい感じてはいますね。逆に僕とかずっと油やったので、まずコンセプトとか、まず何かっていうところから始める活動なので、そこの方はちょっと彼女では強かったのかなっていう感じです。そういうのなんか相談されたりするんですか？相談ですね。相談はされますね。思い出したね。相談されますね。これどう思うって言われるんですよ。で、多分、これちょっとわからないんですけど、僕が一番厳しい人だと思います。良くないとか、何が言いたいかわかんないとか。この前の展示でも、結局僕が一番厳しい批評をする人みたいになっているっていうのが、逆にいいのかなとも最近は思ってます。初めは、若い時はなんでそんなこと言うのって言って結構怒られたんですけど、今は、ってなんか考えるきっかけに僕の意見は結構なってるのかなっていう感じがしますね。多分なぜか僕を信頼してますね、彼女は。でも、そこまで信頼できることもないのかなとは思うんですけどね。なぜか彼女は僕の、考え方とかセンスを信頼しているところがあって、だからこそどう思うかっていうのを聞いてくるんだと思うんですけど、まだもっとできるんじゃないかなっていうふうにいつも思ってしまうので、だからこれからかなとは思いますけど、って言ったら怒られるかもしれないですけど。
なんかハウツー作っても自分が作家としてやってることに変わりはないんですけど、作品を見てもらうっていうことをなんかメインにというか、もしていこうと、今更ながらっていうのをこうちゃんとしなきゃなって思い始めたんじゃないですかね。多分ずっとやりたかったのに、なんかちょっとビビってやってこなかったとこもあると思うんですよ。それまでこう受け身で仕事がいただけるので、あんまりこう困ることが今までなくて、自分からじゃあ発信したり、じゃあこういう方向でっていう自分が行ってみたい場所とかにあんまりこう自分から進んでいくってことがなかったので、そういうことをこれから先できると、なんかこう活動することにが自分の中で刺激的にもっとなるなと、まだまだやれることがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思ったのかな。なんかなんだろう、なんか自分を作家ですっていうのってそもそも恥ずかしいなっていうのがあって、最初じゃあ作家でございますみたいに始めたわけでもなくて、なんか自然にこうなってなんかうまくいかなかったり、もうちょっとこうしたいとかっていうので、ずっととにかくやめる機会もなく続けてきたからか、なんかこう、じゃあ本当作家ですってちゃんと言わなきゃなみたいなの決意表明みたいな。でなおかつ本当に数えて10年の時も思わなかったし、20年の時も思わなかったけど、やっぱり本当コロナっていろんなことをみんなそれぞれ考えたんじゃないかと思うんですが、私もこんなになんか不要不急の仕事ってないなって思ったから、それをきっかけに多分すごい考えたんだと思うんですね。そうだった時に、じゃあなんか作家ですって言う必要あるかもなみたいな。なんか泣けてきたっていうふうに思ったんですかね。ちょっと泣けてきちゃったんでいや、まだ変えたばっかりなんで、ほんとこれからがわかんないですね。去年さっき言ってたかなり大変だった一緒にグループでやった時とかに、なんかもうちょっとこう自分の価値みたいなのを自分でちゃんと高めていかないと、なんかこのままやっていくんじゃ自分で嫌になりそうだなっていうのもあって、なんかそこからまた少しこう、なんか作家なんて言うのもちょっとおこがましいですみたいなことじゃなく、はい、作家でやっておりますって大きな声で言っていこうみたいなっていうふうになった時に、やっぱりまあ少しずつ今きっと変わってる最中なんじゃないですかね。それこそ来年旅館さんで展覧会やらせてもらうとか、そういうのとかも、いやーそんな私で大丈夫かなとか、本当に前だったら多分自分で行ってやらせてくださいってお願いするなんてしたこともないので、なんかそれをやれたことだけでも、もしやれなかったにしても、なんか行ってお願いできたことが私の成長みたいな気はしますね。いや、実はこの間の展示の時にもう2週間ぐらい前に切羽詰まっちゃって、なんかもうイライラしてるし、もうどうしようもない感じになってんだなと思ったので、今僕も簡単にインスタグラムとかやってるので、そこに彼女の告知も含めてちょっと文章を書いてまあ内容が何かっていうと、
まあアーティストが自分のことでいろいろ悩んで、それでうまくいかないっていうので悩むことっていうのが実は一番アーティストにとって幸せなことなんだねみたいな話をしたら、もう大号泣を始めてあ、そんなにっていうところで、なんていうんですかね、自分が多分、まあ、不安になってるっていうところを、まあ、ちょっと解消できたらなって思って、ちょっとインスタグラム上げただけなんですけど、それで号泣していてって、まあそこまで不安なんだっていうふうに思ったんですけど、まあちょっと不安が拭えたかなっていうふうに思いましたけど、まあ、なんですかね。でも、それに気づいてきてるんじゃないかなと思います。なんか、アーティストっても自分で発信していかなきゃいけない作業なので、それがやっぱりね、普段普通に仕事されてる方とかっていうのはずっと仕事に追われるっていうので、自分が表現すること、自分だけのもので悩めるっていうのがいかに贅沢なことなのかなっていうのが分かってきてるんじゃないかなと思います。なんか私がやっぱりちょっとこうアーティストっていう肩書きでやっぱりちょっとやっていきたいなって思った時にめちゃくちゃ反対されて、できんのみたいな、そんなことできんのみたいな。で結構言い方は冷たいんですよ、基本は。だからとかって私はねこういうふうに思うから、やっぱり今までとは違う方向性でこう示していきたいんだって言った時に結構反対っていうかってなったんでしょうね。でもまあ思ってることがあるならそうやってやっていけばっていう話をして、まあ納得してるのかしてないのかは分かんないけど、でもなんか私は彼がの生き方というかセンスみたいなのはある程度信用してるので、反対された時にうわーどうしようって思ったけど、でもまあ人生一回だしやってみたいと思ってることを彼が言ったことによってやめるなんてなんか違うなと思ったので、今まで結構なんか結婚したのがあっという間だったので、30代の時に結構こうなんつうの、探り探り付き合ってたというかしてて、であんまりなんかこう反対されたり嫌だなと思わせたりとかしたくないなと思ってたから、あんまり超インドアなんでまあまあ合わせてたんですよ。でもこんなに合わせたらやっぱ違う。で今回言ったことによってもって言われたけど、これはちょっとやっぱもうちょっと自分が決断して自分で思ったようにやりたいなと思ったんで。ですね、もともと陶器を頼まれてデザインしてたんですよ。いろんなところで。いろんなところっていうか、あるところで。で、それでやると、やっぱり向こうの意向があって、自分が思った通りにできないなって。それも一つの仕事として、面白さもあるんですけど、自分が思った通りに、なんか自分の意思で形になるようなことがで、なおかつ自分の手じゃなくて人に委ねて作ってもらうっていう、なんかこう今までのやり方と違うやり方ができる何かを探してた時に、器とかそういうこう暮らしの中で今までテキスタイルとかそういう布物とかの素材だったんですけど、まあ土っていう違う素材でなんかものづくりができたらなっていうので、なんとなくこう想像はしてたんですけど、急になんかじゃあどうしてもこの形にしたいから探したっていうよりは、何かこう新しい突破口というか新しい入り口みたいなものを探すのに
器っていうこういう形状を切り紙のものを表現するような何かっていうのがこれでできないかなっていうふうになって、それでかな、なんとなくそんな感じ。他にもいろいろ頼まれ仕事であったものもあったんで、器で器ってまだまだ奥が深いし、できることあるのになって思ってたものが、やっぱり頼まれることだけだとできないので、自分で自分の意思で何かこんなのが表現できるっていう風になったらいいのになと思って探しました。もう彼女の商品化に関しては一切口出ししませんでした。もう好きにやってっていう、それはもうなんて言うんだろう、大体なんていうのかな、作者の意向がもう 100% 通るのって実はすごい少ないんですよね。やっぱりそういう商品化のプロとかコンサルが入って形にしていくっていう方が多いんですけれども、私はその作者のやりたいようにやらせてあげたいんですよ。失敗してもいいから申し訳ないけれども、関係者には申し訳ないけれども、時間かかってもいいからやりたいようにやるべきだと思っているので、いつか売れたらっていう方がすごい関わった人たちも満足するだろうし、そこをすごい期待してたので一切口出しはしなかったですが、来週発表会ニューエナジーで展示会するので、この商談にはちょっと私手伝いに行くので、それが売れるような環境を整えるっていう意味では今初めてちょっと話しました。私一人が作ってそれを直接もう使ってくれる人に買ってもらうっていうすごく単純なことと全く違う、流通させなきゃいけないっていうか、本当に作品と商品の違いみたいなところもあったりするんで、私としては作品っていうイメージではあるんですけど、その商品としてきちんと値段があって、それを世の中に広めていかなきゃいけない。でそれぐらい背景にいろんな人が関わってくれてるっていうところがあるから、そこはもう本当に失敗できないってわけじゃないですけど、あと知ってもらいたいっていうのもありますし、これどれぐらい大変だったかとか、どれぐらいの人の努力とか苦労があってのものなんだよってことを知ってもらう使命があるっていうのは、私がただ作ってるものとその人たちが関わってもらって出来上がったものとの違いは一番大きいかもしれないですね。ある程度人に任せたり人に頼むって難しいけど大事なことだなって、これを通して痛感しますね。だから今度その合同展示会みたいなのも今までやったことないなと思って、でその時にちゃんと自分が、切り紙作家っていうふうには名乗ってましたけど、美術家みたいな肩書きとかも勝手につけて、で美術家の矢口かな子は、こういう作品なんですっていうのをちょっと一回ちゃんとプレゼンテーションしようと思って。もうちょっと立体的に飾ったりとかできるように本当は最初作り込もうとは思ってたけど、でもそれ逆にしてたらもう圧迫感があってしょうがなかったかもしれないし、何でも勉強ですね。
今回もすごい勉強に。でもこういうの一回出るともう一回出たくなっちゃうんですよね。繰り返し。最初で最後ぐらいな気持ちでいたんですよ。まあわかんないです。4日目になってもう無理。もしかしたら今だけかも。なんか心配しすぎだったのかなっていうあとは気にしすぎないことにしました。なんかこう分かってはいたことがなんかまあやってみて実際にやってみたことでまあ本当にそんなに気にしても仕方がないことを今までこんなに気にしてたんだっていうような気がするのでもう少し軽やかに動けそうな気がします今なら。それって遅かったなって思うのか、まあ自分の性格的には別に遅くもなく満を持してだったのかなってどういう印象ですか？遅いとは思うんですよ。かなりもうちょっと早くやればってもちろん思ったと思うんですけどきっとできないかったと思います。なので、きっとそういうタイミングだったのかなと思って動いていこうと思いますね。なんかねタイミングがものすごい良かったのか、そもそもそこの時点でその次の年に旅館さんで展覧会をやるっていうのが結構私の中で大きなイベントごととしてあって、でその時に、NHK さんに久しぶりにオファーをいただいてテレビの時の取材を佐賀まで来てくださったんですよ。だから美術家っていう肩書きに今ちょっと変えていて、もうちょっとアートとしての提案ができるような作家で進めたいんですっていう話をしたら、なんかじゃあ旅館に取材に行きますよって言ってくれて、で来てくださって、で旅館の方たちもめちゃくちゃ喜んでくれたし、でテレビの反響もやっぱりあったんで、私もなんかいい感じに、じゃあ次のステップはこうしましょうみたいなので、なんだかうまく流れていって、で私も覚悟が決まり作家としてというか美術のアートを中心に今の活動の仕方をするっていうのの道筋がうまく流れてきて、なんかもちろんそんなに簡単なことではないですけど、それこそ収入とかも逆に減るとか、出るお金ももう今までとまたちょっと桁違いに使わなきゃいけなかったりとかいろいろありますけど、でもなんか本当にやりたかったことってこういうことかもしれないってことがなんとなく自分の中で分かってきたなっていうどうなんですかね。より技術的な方向には行きたいとは思わないんですけど、でも自分の持ち味として繊細さとか、人が切り紙自身が人がみんなやったことがあるしやれることなので、じゃあどこでその差別化をするかと考えた時には、ある程度の繊細さとか、あとは表現の仕方とか、あと色の組み合わせとか、自分が今まで積み重ねてきたもので一番財産になっているところっていうのがやっぱりちょっと技術的に細かいとかにはなったかなと思います。すごい繊細で、なおかつ、具象じゃなくてより抽象化した模様としての見せ方みたいなのを追求していこうというふうに今してますかね。
そうですね。あとはパッケージデザインとか、この風呂敷とかもちょっとそれの一環にもなってはいるんですけど、自分の切り紙をもう少しパッケージデザインなのか、プロダクトデザインなのか、デザインに転化していくっていうので、人と一緒に何かするっていうのは、だいぶ取り組んではいるかもしれないですね。かなり変わってきてるというか。だからある程度人に委ねて、で、人に委ねることによって、今まで自分一人でやってたこととは、またちょっと違う形っていうのが見えてきたりもするから、なんかそれがあんまり若い時って許せなかったりとか、寛容さもないじゃないですか。だから少し自分の心も少し穏やかに少しなってきてて、やりたいことがあることに対してアグレッシブになってはいるんですけど、でも、許容範囲は広がってるから、だからこういう風な表現の仕方も確かにあるなとか、自分だけで留めておかないで、人と一緒に何か作るとかっていうことも、すごい面白いことなんだなっていうのに、やっと気づいてきたのかもしれないですね。切り紙って形の面白さだったりとかが一番見せる必要があるとこなのかなとかって言って、あんまり色をたくさん使うとかっていうことをちょっと抑えめにしてたんですけど、コロナ以降それこそ大好きだった旅行ができなくて、で、旅行ってかなり私の中でウェイトが大きくって、インプットのすごい大事なところだから、行けてなかったのが、何十年もずっとメキシコ行きたいって思ってたのを、えいっていう感じで行ったんですよ。そしたら、あまりにも街がカラフルだし、自由だし、なんだか楽しそうで、これ私やりたいっていうか、これが好きだった、そういえばっていうのに惹かれすぎて、で、色の組み合わせとか、もちろん真似するとかではなくて、いろんな要素の中の色のカラフルさとか、組み合わせの楽しさとか、そういうのを改めてもっとやりたいなと思って、今回すっごいカラフルになったのかな。カラフルだったり、切り紙自体がもう少し立体的に見えるような表現の仕方ってないかなっていうのを探して、こういう感じになったなと思います。実際はどうかはわかんないですけど、できればあんまりこれをするためにいろいろインプットしようっていうよりは、単純に旅だったり、その景色とか食べ物とかを楽しんで、で、最終的に向かった時にいろんなものの断片をぐちゃぐちゃってして、改めて再構築して、自然に出てくるっていうのが一番理想的なのかなと思うので、だから別にメキシコの旅行と台湾の旅行がミックスでもいいと思うんですよ、作品が。だし、メキシコとあと普通の日常がミックスでもいいだろうし、いろんなことが重なり合ったり、交差することで一つの模様になっていくみたいなのがすごい理想かなと思います。漠然とした不安は常につきまとうし、性格的な問題で、根本的にはいらない仕事っていうか、
私一人いなくなってもなくてもいい仕事だからなとかっていうふうに思ったら終わりなんでもういつもドキドキはしてます本当、うん、やっぱ継続するのって本当一番大変だなって本当に日々思うんですよね。なんかこうなんだろう、不可抗力っていっぱいあるし、あ、泣きそううん、続けるのが一番大変だなと思うのでね。いや、漠然とした不安ありますよ。めちゃくちゃある。で、なんか展覧会とかこうやってちっちゃくても大きくてもやることで一回区切りをしてまた次につなげてっていうののもう繰り返しでしかないので、それをもう続けていくのはやっぱり展覧会とかでやっぱりこうやって人と普段自分で作ってるだけだったら味わえないことがやっぱりあるから、そこはまあ原動力にはなるんじゃないですかね。うん、そうだから全然人と喋んないからなかなかすごい。すごい最終的な目標というか、いつか、美術館で展覧会をしてみたりとか、もうニューヨーク、パリ、東京じゃないですけど、そういうところでいつかね、個展ツアーみたいなのができたりとか、あんまりそういうことは実は心の片隅では思ってたのに、もう絶対言えなかったですけど、なんか冗談半分で、いや、いつか美術館でね、展覧会やりたいなとかっていうのを、まあ平気で人に言えるようにはなってきましたね。うん。あと、夢だって言ってて、冗談半分だって言ってても、ある程度現実化させる何かこう、自分が期待しとかないと、きっと実現しないんじゃないかっていうのも思うんですよ。だからなんかこう、まあ不安の方が大きいかもしれないけど、まあ言わない方が楽は楽じゃないですか。なんかこのままこう周りの人たちと楽しくやっていくっていう方法もきっとあるだろうし、それがいいことでもあるのかもしれないけど、ある程度ちょっと大きい夢というかが実現できるのはやっぱり一人ではできないし、ある程度人にこう聞いてもらって言っていくことで、なんかこうどっかの誰かに引っかかるとかがあるかもしれないんで、まあその辺はまあちょっと期待してもいいのかなと、人に。で、自分もそのことがもしこういつか実現できるときに、ある程度そのスキルというかとかもこう貯めておいて蓄積していって、いつかそれがこううまく重なり合ってもしかしたらできるかもしれないし、まあ現実になるといいなと、うん